ドッグフード徹底解説のショーです。ごまちゃんです。今回のテーマはですね、涙焼けについて。涙焼けって非常に多くの飼い主さんが悩まれてる問題ですよね。うちのブログの方でやってるドッグフードのお悩み相談でも、涙焼けを改善したいんですけど、どんなフードがいいですかみたいな、質問は非常に多いです。そもそもなんですけど、ドッグフードが原因っていう風に考えがちなんですけど、ドッグフードだけが原因とは限らないです。ドッグフードが原因になってることもあるはあるとは思いますけど、例えばビルイ管。涙って基本的に鼻に抜けていくんですよね。で、その抜けていく管がビルイ管ですけど、ここが生まれながらに狭いとか、詰まってしまってるとか、そんな場合は涙の行き場がなくなっちゃうんで、溢れちゃって、で、それが涙焼けの原因になっているとか、人間でいう逆まつげみたいな感じになってて、目がまつげに当たって、それが涙が出る原因になっているとか、環境要因として花粉症みたいな感じですね。花粉がアレルギーとなってて、それが原因で、炎症を起こして涙が出てるとか、いろんな要因が考えられるんで、ドッグフードだけが原因とは限らないというのは分かっておいていただきたいかなと思います。じゃあね、ドッグフードが涙焼けの原因になってる場合、どういう原理で涙焼けになってるかって考えると、一番自然なというか分かりやすいのが、ドッグフードに含まれる何かしらの原材料が、アレルゲンとなってて、それによって炎症を起こして、涙が出て、涙焼けにつながってるっていうのが自然ですよね。ただ、かといって、原料の一体何が原因になってるかっていうのを特定するのって結構難しかったりします。なので何が原因か分からず困っちゃうっていうようなことが起こるわけなんですけど、そこでですね、うちのブログでは涙焼きについて聞かれた時に、このフードを試したらいいよっていうフードは一応あります。それがね、金虎さんのお魚っていうフード。先に形状を見てみましょうかね。はい、実物がこんな感じになります。サイズとしては9ミリ前後の小粒なタイプの、エクストルーダー製のノンオイルコーティングタイプのフードですね。はい。じゃあね、なぜ金虎さんのお魚をおすすめすることが多いんかっていう理由なんですけど、大きく3つあります。まず1つが、名前の通り、魚が主原料になってるんですけど、マグロとカツオですね。犬のアレルゲンって、統計的に何が傾向高いかっていうのはある程度分かっとって、トップ5が牛、乳製品系、鶏チキンとかですね。課金、小麦、卵。これがトップ5です。で、魚はどうなんかっていうと、非常にアレルゲンの率としては低い。なので、アレルギーが原因となる、確率が低いっていうところですね。で、もう一つが、主原料が魚なんで、魚に含まれる DHA、EPA などオメガ3脂肪酸。これが炎症を抑える効果がありますんで、そこを期待できるっていうのが2つ。これまで聞くと、例えば海外製の魚主体のフードなんかいくらでもありますんで、それでいいじゃないかって思うんですけど、金虎さんをおすすめする最大の理由がこの3つ目なんですけど、自社工場製で扱い原料を制限しているっていう点ですね。というのも、過去動画で、ドッグフードと OEM っていう動画を上げてるんですけど、OEM 主体の工場って扱いの原料がすごく多くなるんですよね。で、当然ながら同じ製造ライン上でいろんな原料を流すんで、原料のコンタミっていうのがどうしても起こりやすくなります。一方で、金虎さんの工場、自社工場で作ってはるんですけど、そこで扱う原料というのは制限してって、この原材料表記に書いてる原料しか工場基本的に扱ってないと思っちゃって大丈夫なんですよね。つまり OEM 系だったら原材料を見てもですね、
もしかしたらその他の原料が含まれてるっていう不安がどうしても残ってしまうんですよね。で、お魚に関してはその不安がなくなるんで、この原材料だけ見ていけるかいけないかっていうのを判断できるっていうところですね。フードとしてもね、割とこれいいフードなんで、もしこれで改善したらそのまま継続しても十分いいレベルのフードだとも思いますし、そういう3つの理由でこのお魚っていうフードをおすすめすることが多いです。はい、今回は涙焼けにおすすめなドッグフードということでやってみました。まあね、涙焼けってね、冒頭にも言った通り、ドッグフードが原因とも限らないですし、悩んでる人が多いからこそ、すごいこれマーケティングに使われとって、例えばね、涙焼けの画像がネット上で売買されとって、それを広告の素材で使ったりとかですよ。あと涙焼けとかパテラなんかもちょろちょろ見るんですけど、ドッグフードってね、薬じゃないんで、涙焼けに効きます、効果がありますとか、断言するんって NG なんですよ。薬機法の関係で。そういうのをね、無視してやっちゃってるとことかもありますし、そういうのがあるから、よりドッグフードが原因みたいに感じてしまうんじゃないかなっていう風にも感じます。今のネット環境を見てるとですね、原因はドッグフードだけじゃないんでね、そこは分かっていただきたいかなと思います。で、ドッグフードとしてできることっていうと、今回紹介した金虎さんのお魚じゃなくても別にいいと思いますけど、とりあえず魚系のね、オメガ3脂肪酸、DHA、EPA の割合が高めのフードを使って様子を見てみるっていうのが、一番じゃないかなと思います。で、より心配な場合であれば OEM 系じゃなくて自社工場系のフードを使った方が扱ってる原料の数が圧倒的に少ないんで、そういう意味でいいんじゃないかなと思います。じゃあ今回はこれまでで。また次回もよろしくお願いいたします。